大人のための数学へようこそ。今日のエピソードでは、正の整数の掛け算と割り算を勉強します。掛け算。正の整数の掛け算では、一つの数を何回も足し合わせます。2×3 を例に考えてみましょう。この式は2が3個あるという意味です。よって 2×3 は2を3回足し合わせたもの、つまり 2+2+2 であると言えます。前回のエピソードで足し算の計算方法は習ったので 2×3 イコール6だとわかるはずです。割り算。整数の割り算では一つの数の中にもう一つの数が何個含まれているかを求めます。10÷2を例に考えてみましょう。この式は10の中に2が何個含まれているかという質問を投げかけています。割り算は掛け算の反対のようなものなので10から2を引いていきます。まず数直線の10からスタートします。2を1回引くと8、もう1回引くと6、続けて4、2と減り、最後に5回目を引くと0に達します。つまり10の中には2が5個あります。よって10÷2は5であると言えます。最後に2つ問題を解いてみましょう。1、10÷5×3。一つの式の中に割り算と掛け算が混ざっている場合、左から順番に計算を行います。ではまず 10÷5 をしてみます。10の中に5は何個あるでしょうか？ 10 は5足す5なので5が2つあります。よって 10÷5 は2です。次に 2×3 を計算します。2が3個あります。2足す2足す2は6です。よって 10÷5×3 は6です。2、ある学校には576人の生徒がいます。その学校には3つの学年があり、それぞれの学年には同じ数の生徒がいます。さらに、それぞれの学年には6つのクラスがあり、それぞれのクラスには同じ数の生徒がいます。では、一つのクラスに何人の生徒がいるでしょう？まず、全校生徒の人数は576人です。その576人を3つの学年に等しく分けます。よって、まずは576÷3をします。筆算をしてみます。5の中に3は1つ入ります。5-3は2です。7を下に下ろします。27の中に3は9個入ります。9×3 は27です。6が降りてきます。6の中に3は2個入ります。よって 576÷3 は192です。つまり一つの学年に192人の生徒がいるということです。次にそれぞれの学年にいる192人の生徒を6つのクラスに等しく分配します。つまり、192÷6 という計算を行います。また、筆算をしてみましょう。1の中に6は入りません。次の桁に進みます。19の中に6は3個入ります。3×6 は18です。19-18 は1です。2を下ろします。12の中に6は2個入ります。よって 192÷6 は32です。つまり1クラスにつき32人がいるということです。そしてこれが最終的な答えです。今日はここまでです。次回は正の小数と分数の足し算と引き算を勉強します。